最初クラス出た時の記憶とかはあんまないけど、とにかく空手やってた時も別に空道だった大道塾だったから寝技はあったんだけど30秒だけとかだったから、ほぼなんかあんま特に子供の頃しかやってないし、膠着になって終わるみたいなのが多かった。だからほぼ寝技経験ない状態だから、そんな面白さとかも分かんなかったし、別にやる気もなかったから最初は唾液だけやってたんだけど、まあどんどん MMA に興味が出てくるうちに、当然無視するわけにもいかないから、それをやるようになっていったんだけど、最初は当然うまくいかなくて、もうグラウンド足がついてる時の動きとは全然違う動きだから、とにかくついていけなかった。打撃だったら体がでかいし、自分は当然ジムの中でだとそんなにすっごいやられることってのはプロの選手以外あんまりなかったけど、グラップリングだともう普通の一般会員さん、30代40代の会員さんとか、自分と同じぐらいの年の若い人たちにもうバンバン一本取られて、それが結構メンタルにきた。最初は何がうまくいかないのかもわからない状態だから、ただただやられて、ただただストレスが溜まる状態で、ちょっとやってみたけどまたもっと嫌いになってみたいな感じだったから、当然何回も何回もやられていくうちにだんだんつかめてきたこともあって、それこそ今で言うとレスリングはまだピュアのレスリング始めて1年経ってないけど、たくさん当然やられていくうちにつかめてきたのと同じで、グラップリングもやられながら覚えてきて、でそのうちある程度慣れてくると、自分と同じぐらいのレベルの人とか、自分よりもっと始めたての人とかにはできることが増えて、そうすると試せることもかけられることもあるわけだから、その7戦目やっと1本で勝てて、なんかその前からなんか1本で勝ってみたいなっていう気持ちは結構あったけど、練習でもそんな1本決めれるタイプでもないし、あんまうまくもないから決めに行くのは。けど試合で相手が背中向けてくれて、一番簡単なバックチョーク、チャンスだと思ってすぐ飛びついて立ってくるときにそれが決められたのがすごい良かった。火曜の夜のグラップリングは初級中級は長男さんが大体技を教えてて、で上級になると半分以上もうプロの選手になるのかな、もちろん会員さんもいるんだけど、そういう状況で最近は練習みんなしてて、
自分はレスリング行ったりこのグラップリング出たりみたいな交互でやるみたいな感じに最近はなってる。でそうだね、状況はもう決まってほぼスパーリングを回し続けるみたいな感じでだいたい10本いつもやるんだけど、まあなるべくそうだね、自分が試合どんぐらい近いかによって本数も変えたりしながらやるんだけど、追い込みの時期だとそれこそ10本中休むのは2本とか、まあ多くて3本ぐらいで回すことが多いから、ずっと連続で組み続けなきゃいけない。息をもう当然上がるし、ずっと組みついてると腕とかも疲れてくるし、そんな中でその自分が練習でやってる動きとか新しく試したい動き、試合で出したい動きを相手想定しながら試す。で、当然練習だからあんまり保守的に自分のできることだけやってもうまくいかないから、試合直前だったらできることの確認でいいんだと思うけど、なるべくそうじゃない時はもう一個プッシュして、いつもこの体勢からは決めに行かないけど、もし決めに行くとして決められるとしたらどういうことしたらいいかなとか考えながら、いつもこの人にこれでやられちゃうから、じゃあやられないようにするにはどうしたらいいかとか、そういう風に考えながら一つ一つ細かいことを試合前だし仕上げていくイメージで最近はやってる。今回の相手はもう見るからにグラップラーっていうよりももうなんかレスラーっていう感じの選手で、試合はもう40戦以上やってるけどフィニッシュはそこまで多くなくて、ちょっとサブミッションの方が多いのかな、 TKO とかよりは。けどそれよりももうつけて勝つ試合みたいな、タックル入って押さえつけて、で壁際のレスリング、壁で押し込んでリフトして倒すとかがすごい上手い選手だから、対策は普通にそういうのに付き合わずにやることだけど、当然それは自分がいつもトライブのグラップリングでやってることだったり、専修大学でレスリング部のみんなとやってることだったりを使えば自分の能力でいけると思ってるから、相手の土俵に付き合わず自分の土俵で勝負するっていうところかな。
火曜日のこの時間割といつもトライブにいるほとんどの選手参加してて、でグラップリングで言うと隼人さんとかは多分今いる選手の中では自分に一番グラップリングを教えてくれた人、試合でもそれこそ一本決めまくってるし、いろんな引き出しあるし、上からも下からも仕掛けられる人だから、そういう意味ではすごいいろんなアドバイスもらって助けられてる。軽量級の人は早い反応は。だからパワーでやったら簡単だけど、まあ最後パワー使ってたけど、なるべく手数で上回れるように軽量級の人に意識してる。1回だけ落とされたことがあって、その時はランディに落とされたんだけど、その時は終わりのスパーで忍者チョークで確かで、これいけると思ってたら落ちてて、で起きたらみんなが上から俺の顔覗いてて、落ちたみたいな感じで、全然夢見てた。なんか船の上で運動会してるみたいな、なんか愉快な夢だったんだけど、それ1回しか落とされたことないけど、ランディに落とされて船の上で運動会してる夢みたい。全体の練習の雰囲気は、休んでる間に他の選手だけじゃなくて一般会員さんにとかプロになりたいアマチュアの子たちにアドバイスしてあげる。それこそ他の人の試合で自分がセコンドする時の練習にもなるし、流れ読んですぐ考えて行動する。自分は体を動かしてない、その時目で見て頭で考えるだけだから、もうちょっとやってる人よりも冷静な判断が下せるかもしれないから、声出すこと自体練習になるし、自分がほとんど練習してるからそんな声出す時間はないんだけど、それはそれで使える。休み時間5分あるから、5分だったら息整えるのにはもう十分すぎるぐらいだから、そういう時間使って喋るようにする。練習終わった後も分かんないことあったら聞きに行って、それこそスパーリングした後で、あの時のあの場面こうだったよねとか、自分がなんでやられたか分かんなかったらこうしようと思ったんだけどできなくてやられたんだけどなんでか分かるみたいな、相手に聞けるから、そんなにたくさん時間があるわけじゃないけど、自分でここ分かんなかった、ここ分かんなかった、ここ分かんなかったっていう風に、その時覚えとくようにすれば後々聞けるから、そういうのは意識してやるようにしてるから、すごい。
火曜の夜にやっぱ長男さんが見てくれる時間だと長男さんがいない時もあるんだけど、やっぱいる時の方が練習が引き締まってるように感じるだけかもしれないけど、まあ、引き締まってると思うやっぱり。でそういう時の方がみんなが無駄なく動いてる気がするし、ただの安牌じゃ終わらせないっていうか、長男さんもどんどん仕掛けろっていう風に葉っぱかけるから、それに合わせてもうちょっとだけ自分の限界をプッシュして広げるようにみんなしてるなっていう風には感じる。でそれこそ自分の試合なんかはプロの試合は今のところ全部長男さんがついてくれてるから、長男さんの指示聞いて動くことがそのまま試合の予行演習みたいな感じになるわけだから、聞き取ってしっかり動く、まあ当たり前のことだけど、それを慣らしていくようにする練習を手首とアンダーと手首、そしたらこれやったらこっちの足から動くから、こっちの足先にできるから制限してやる、これだと計2本とこっちの足3本使える、だからこれで制限して動く足そっちだけに渡しといて、こっちからずれてくるから、これがキープしやすいから手首握っといた方がいいから、こっちのさバックちょっと今日の安倍さんみたいな。好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプは？やめてください。彼女いますか？彼女います。どういう方ですか？じゃあいつも日頃の感謝を。日頃の思いを。いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。尻に敷かれてる人がいる。